大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、長寿梅の、剪定と葉刈りをちょっとやっていきたいと思います。で、まず長寿梅の葉刈りをやる理由ですね。何のためにやるのかということなんですけど、まず一つは樹勢を整えると。で、もう一つは葉刈りをすることによって枝数を増やす。で、最終的に花芽をつきやすくするっていうような目的というかですねがあるんですけれど、時期としてはだいたいそうですね、3月4月ぐらいから新芽がどんどん伸びてきて、5月ぐらいからこう固まってきますからね。でそれが7月8月今ぐらいですねまでの間が一番いい時期かなと。別にじゃあ8月過ぎて9月10月はダメかいたらダメではないんですけど、今の時期にやっとくとその切った後にまた芽が出てきますので、今度は葉刈りをした後にまた芽が出てきた場合は時々こう徒長して出る分があるので、それだけはもう一度また剪定をしてあげるというような形ですね。で木が何らかの理由でこう弱ってるとかそういう時にはやらない方がもちろんいいんですけど、今ぐらいの時期に葉刈りをすることによって樹勢を整えるという意味と、枝数を増やすという意味、それと花芽をつきやすくするという、意味合いがありますので、この時期にやっとくといいんですけど、ただ、長寿梅というのはご存知の通り葉っぱも小さいですし非常に面倒くさい結構大変なんですよ。でただ、これは実際にご本人から聞いたわけじゃないですけど、葉刈りをするのにですね面倒くさいので、長寿梅っていうのはちょっと消毒薬殺虫剤なんかにちょっと弱いっていう性質があるので、ちょっと強めの消毒をバーッとやって葉が黄色くなって振るうと。で葉刈りの代わりにするというような話を聞いたことがあるんですけど、それがいいのか悪いのか、ちょっと分かりませんが、そういうのをする方もいらっしゃるというふうには聞きます。ただもちろん私はやったことないですし、それがいいか悪いかも分かりませんので、やらない方がいいとは思いますけど、手っ取り早いっちゃ手っ取り早いですね。あんまり余計なことは教えない方がいいんだろうけどもちろんうちではそういうことはしないんですけどね。で、葉刈りをするのに、これは今年4月以降こうやって伸びたやつをそのまましてたやつですね、剪定はしておりませんが、今からまず剪定をしてだいたい1目2目ぐらい残したところで剪定をするんですけど、残ったやつを葉刈りをしていくという形になっていきます。今の時期にちょっとやるとよかろうというやつですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではやっていきましょうかね。
まあ、今の時期にこう剥がりをするときにですね、もう目はもちろん固まってるんですけど、トゲがありますのでね、まあ、それはちょっと注意をして、結構鋭いトゲですので痛いですからね、十分注意をして作業を行ってください。まあ剥がりをするときはですね、まあ言うたら全剥がりですね。こう部分的にっていうんではなくてですね。
意外とでもこの長寿梅の葉刈りご存じない方多いんですよ。
はい、ちょっとざっといきましたですけど、こんな感じですね。はい、こうやって葉刈りをすることによって枝数を増やしたりだとか、花芽をつきやすくしたりだとか、樹勢を整えたりだとか、そういう効果があるということを一つ覚えておかれるといいかと思います。で、長寿梅、あんまり針金かけてもちろんいいんですけど、あんまりこう針金かけるとちょっと花つきが鈍ったりということもあるというふうによく聞きますので、あんまりおすすめはしないんですが、ちょっとこう枝が交差しているようなとこ見つけたら、そういうのこういう時に切っとくとまた見栄えがまたちょっと良くなるかもしれないですね。はい、あとは普段は日当たりと、風通しのいい場所で管理されるのがいいんですが、この夏場ですね、夏場はあんまりカンカン照りのところはちょっと得意じゃないので、遮光ネットを使うだとかそういったのをしてちょっと、日よけをしてあげるといいかもしれないですね。完全な影はダメですけどね。はい、持ってらっしゃるのがあったらちょっとやってみられて、枝数を増やしてみられてはどうでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、大場さんコメントです。はい。いつもの大内さん。はい、ありがとうございます。がニックネームを変えたいと。いつものテケテケさんに変えるそうです。はい。はい。そのいつものテケテケさんからコメントです。はい。師匠ヘルプって書いてますね。ヘルプ。はい。花の長持ち方法を教えてください。はい。今ムクゲが満開なんですが、3日で花がポロリ。はい。せめて1週間を楽しみたいです。次回動画で解説よろしくと来てます。ムクゲとかですね、あと、ハマボウとかですね、ああいうのも、一日花というか、もう本当1日2日で落ちるものなんですね。あんまり花枯れを長くする方法ってあるのかな、あんまり、ないような気もしますけど、その分花をたくさん、つけやすいものではありますので、その分花をたくさんこう見てあげるというような形の方がいいかもしれないですね。花を花が開花し始めた時に肥料をあげるだとか、そういった方法も一つあるんですけど、あんまりいろいろこう手この手やったからってって花が長くっていうものではないような気がします。だからそれよりも花をたくさん数をつけさせてこう楽しむという方がいいかもしれないですね。なるほど。わかりました。あともう一件です。はい。口なしの剪定に来たコメントです。はい。口なしは寒い地方では育ちが悪いのかな。冬越しはできるけどねっていう。この辺では全く問題ないんですけどね。あんまりこう寒さ本当にこう得意というわけじゃないので、やっぱ極寒地方ちょっとあれですけど、やっぱあんまりこう気温が下がるような地方の場合はちょっとできたら室内で管理してあげるとか、加温する必要はないですけど、その方が無難かもしれないですね。この辺では全く問題ないんですよ。だけど、この辺ではって日本でもあったかい方のところですからねあれなんですけど、あんまりこう気温が低くなるようなちょっと北側の方とかですね、北国の方なんかだったら冬場ちょっと、室内で管理するだとか、そういう工夫をしてあげた方が育ちはいいかもしれないですね。そうですね。もう一つ、いつものてげてげさんです。はい。活力剤について質問です。はい、師匠は挿し木の時に HB101 を使っていますが、はい、夏肥料を外した時活力剤散布してますか？肥料外し時は液肥と言ってる YouTuber 多いのですがっていう。結論から言うと私はやっておりません。はい、
その分だから春と秋としっかり肥料をやるという形をとってますので、まあそれ以外はめったにやることはないです。以前はですね、消毒のたんびに HB101 を入れて散布するというのもやってた時期があるんですけど、結構量が多いので、その当時はですね、今はもうちょっと裏の方が水害であれでいつ水が出るかわからないので裏がないんですけど、以前は裏にもバーッと置いてましたので、結構ですね、何百リッターもこう消毒使うんですね。でその中に HB をこう入れるとなると、まあまあな量になるのでまあ、非常にもったいないなと。でもやっぱ活力剤効果はありましたですよ、その頃はですね。でもやめたからって言って別に移動中のもないですね。挿し木の時は使った方がいいですか？本来はですね、よく皆さんが使われるのはメネデールとか、ああいう、発根剤ですね、ああいうのを使われるんですよ。あとあんまりお金をかけたくないという方だったらハイポネックスとか、ああいうやっぱり液肥ですよね、ああいうのを薄めた液につけてというような形を取られる方もいらっしゃいます。で、うちではよく HB をちょっとこう一升瓶に対して数滴ですからね、1個ものはまあまあしますけど、その量的なもので言うたら結構やっぱり安くでできますのでね、まあそういったのでちょっとこう、木というかあれにちょっと力をつけてあげて挿し木をするというような風な目的でやっております。それが本当にどこまでいいのかどうかは分かりません。ただまあ昔からこういうのをやっております。あんまり発根剤使ってないです、うちはですね。体感的にはどうですか？使った方がいいですか？どうでしょうね。まあ根の出る割合中華率を増やそうと思ったらやっぱ発根剤有効なのかもしれないですよね。だって発根剤中だけあって、根を出すものですからね。だから有効なんだとは思います。よくああいうのをこうバーッと切り口に塗ってっていうふうに、あとは手間を惜しまないっていう方だったらやってみるのもいいかとは思います。あれをやったから悪い方に行くということはないと思いますので、だからそれも全然、一つの方法として、いいと思います。わかりました。この間、先週の配信だったですかねの、宮様会でですね、葉刈りをしたんですが、全葉刈りしたんですが、もうだいぶこう出てきております。出てきてますね。これが全部こう揃ってくるとまたちょっと、見栄えも良くなるかとは思うんですけどね。今こんな状態です。前回の時も言いましたけど、こういう小さい時に草をむしとくと簡単にスッと抜けるのでですね。見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。